はい、おはようございます。マスターです。なは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 なんで2回やったやろはい。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。あなたのね、治療院が患者さんでパンパンになるっていうシリーズでお届けしてますけれども、いかがお過ごしでしょうか。この前まではですね、新規の患者さん、新規のお客さんについてお話ししました。ね、見込みを集めないと何もなりませんっていうお話から始まりました。でもですね、見込みっていうのは、要は、この前も言いましたけども、リードって言うんですけれども、リードを作り出していく。要は、見込みの患者さんをまず作り出していくために、安くてもいいからリストを取るために集めなさい。ということですね。次にですね、最もですね、治療家が悩むところ、予約です。予約。もしですね、あなたにですね、今、治療院にたくさん患者さんが来てたとしても、リピート率が3割とか4割、4割やったらまだいいですけども、2割とか3割ですね。2割とか3割であれば、今日のビデオっていうのはとてもいいです。なぜなら、僕もですね、過去ですね、治療の経営をしていて、今ももちろんしてるんですけれども、新刊ばっかりにとらわれて、要はそっからですね、お大事にとかって言って、元気に送り出して、一生帰ってこないっていう、そういうですね、一見いいように思われるような、要は一発で治ったら良くなるような、一発で治っていいじゃないですか。治療っていうのは患者さんが一発で治ったらいいんですけれども、でも、2回目、3回目、4回目というふうに、やっぱどんどん来てもらうことによって、経営を安定させる。かつですね、これは経営を安定をさせるというだけでなくてね、患者さんの痛いところから痛くならないところ、痛くなってないところから、要はもっと快調にしていくための、健康をですね、維持させるための方法でもあります。よくこう言われるんですね。もう治ってしまったら来なくなるんですけど。ですね、大事なことなのでよく聞いてください。患者さんっていうのは確かに治るために来るんですけれども、それ以上にですね、このいい位置っていうのを、要はキープしたいですかどうかっていうのはまず治療家が聞いてない。で、確かに、痛い、例えば肩が痛いと。これがこんだけしか上がらへんかったのがこんだけ上がるようになりましたみたいな。それをですね、キープですね。また痛くならないようにキープするために来れるかどうかっていうのをまず聞かないとダメですよね。それをですね、聞かずしてね、予約が取れへんっていうのは、それはそうです。で、お金持ってなかったりとかね。いろんな要因があるんですけれども、僕もですね、こういうですね、システマチックな感じで経営を行ってなかった時っていうのは、本当に苦しみました。何に苦しんだかって言ったら、もう今では最も避けないことですけれども、広告ばっかり売って、で、新刊は取れるんだけども、その新刊からの上がりがない。上がりって要は既存がない。上がってこない。そういう過ちをですね、犯していると、なんと、漏れなくお金が残りません。言わずと知れた、要は収益の部分っていうのは、売上マイナス経費ですから、それイコール自分の給料になるわけですから、ちょっとゼリドマークしましたけれども、本当にそうで、なので、そのお金を残すために、じゃあどうすればいいんかなって言ったら、既存、要は予約を継続させることです。継続させるためには、しっかり継続できますかって患者さんに聞いてください。まず最初に。もし聞けなかったら、紙に書いて、要は、その患者さんに渡すっていう方法でもいいです。どんな方法でもいいです。あなたの一番やりやすい方法でやってもらえればいいと思います。そこからですね、既存を安定させるんだけれども、じゃあ、安定させていって一番いいのは、一番ね、何がいいかって言ったら、もちろん経営の安定です。かつですね、これですね、みんなほとんど知らないんですけれども、90% の治療家が知らないんですけれども、継続させることによっ
て、どんどんですね、要は体を触るわけですから、こう近くなっていくんです、人間的に。最初は、ただの知らない人から、知らない人ですよね。僕らのことも広告とかホームページ見て知るんですから、基本知らない人ですよね。そこから治療することによって、施術することによって、人と人の付き合いがこうできるわけですよ。で、どんどん通っていくうちにいろんな話ができますよね。あなたももちろん経験があると思うんですけども、少なからずのファンっていうのは家族のことをお話ししてくれたりとか、自分の苦労話してくれたりとか、今日どこどこ食べに行ったんですよね、またどこどこ食べに行くのに何か教えてくださいとか、そういうね、パーソナルな会話になっていくんですね。ほとんどの治療家っていうのが治療の話しかしてません。だから近くならないんです、人として。90% の治療家っていうのは治したらそんでいいやろと思ってるんですね。確かに仕事はそれでいいでしょうね。でも人としてはどうでしょうね。そういう会話を組み込んでいくことに対してはどうでしょうね。僕がそれができてなかった時っていうのは、あんだけよくしてあげたのに、なんで紹介してくれないんだろう。なんでまた来ますとかって言ってドタキャンするんだろう。もしくは何も言わずにドタキャンするんだろう。あんなに喜んでたのに。あなたにも経験があるかもしれません。でもですね、それはしょうがないことです。なんでかって言ったら、治療のことしか喋ってないもん。そんなですね、ビジネスライクだけのね、付き合いっていうのは続きません。相手にお金払ってお金もらってだけの関係だけであればですね、それでも、それで行きたいのであればそれでも僕はいいと思うんですけども、僕自身はそれは進めない。結局は人が来て人と付き合っていくんだから、その会話であるとか、パーソナルな情報であるとかっていうのは共有しなければいけない。これはですね、予約とか既存を定着させていくための方法でもあります。これを知らなければ、新刊は取れるけれども、既存が全然残ってない。カルテが300ぐらいあるけれども、そのうちの10人ぐらいしか来てない。10% にも満たない既存率っていうのはめちゃめちゃ悪いです。数えてみてください。あなたの元に何名の要はカルテとかリストがあって、そのうちの何名が継続してきているのか数えていただければいいと思うんですけども、10% に満たなければ既存は残ってないということです。なので既存を残していきましょうっていうのはとても簡単な話なんですけれども、言うはね、易し行うは形なんですよ。まずはですね、取る努力をしてください。あなたは今、あなたの腰は今、とてもこういう状態です。皆さんの専門の分野でその言葉を直してください。なので、これ以上開けてしまうと、こういう風になります。なので、ここに来てください。ここに来れますか？もしくはこっちに来れますかというふうに選ばせてあげてください。次、どうしましょうとかっていうのは、めちゃめちゃ親しくなってからそういう会話してもらいたいんですけども、僕も最近患者さんに予約取るときに、じゃあ1万ですよ。1万の患者さんを取るときに、じゃあ、次ここ行こうか。こうしようか。って言って普通に決めますけれども、それはですね、関係ができてからです。なので、まずはですね、新刊をしっかり取れるようになれば、次はですね、既存、予約をしっかり取れるようになってください。やればやるほど取れるようになります。まずですね、ほとんどの治療家っていうのは予約が取れないと言ってますけど、取ってません。怖いから。予約取ることによって患者のお金を奪ってるような意識になるんですね。ではなくて、この人をちゃんとこういう位置で、要はこの高な位置で継続する。で、高度、健康を安定させていくために僕たちは施術をしてるんだっていう使命を持ってると、こういうマインドセットにはなりません。なので、そのマインドセットができていれば、経営っていうのはとても楽になりますし、家族としての付き合いになりますんで、とても人間的に、人当たり的にとてもソフトになりますんで、とてもこれはいい方だと僕は思います。そのことによって、あなたがですね、この予約帳を開けた時に、とても安心します。あ、明日何人入ってるんだ。あ、
その次の日は何人入ってるんだ、あ、1週間後には何人入ってるんだ、もしくは1ヶ月後にはこんだけもう入ってるんだっていうね、確認がしかできますんで、とっても嬉しいですよね。治療家がですね、予約表に、要は昨日も言いましたけど、予約表に真っ白な状態だと、とてもショックなんですね。それだけは避けたいと思うんですよ。でもですね、予約書がいっぱいだと、それだけで、うわ、俺っていけてるな、みたいな、そんな感じになってしまうんですね。とても単純です。でもそんなもんです。なので、まずはですね、そういうですね、ノートをいっぱいにする、もしくは患者さんを家族としてみる、そういうコミュニケーターとして、パーソナルな付き合い、かつ、その人にとっての、なんていうか、プロフェッショナルというか、そういう感じで見られるようにしてもらいたいです。その練習をしてください。これを今日見て、今日からできるかって言ったらなかなかできないかもしれません。でもですね、ローマは一日でならずです。毎日やってください。僕もこれを習得するのに2年ぐらいかかりました。でも、2年経って、やっと今はできるようになりました。あなたはラッキーです。なんでかって言ったら、その情報を今知れたんです。今知ることによって、今日からやることができます。やれば、結果は必ず出てきます。ので、今日ですね、要は、患者さんというか、経営をですね、高度継続、高度安定させるために、かつ、患者さんも途切れなくさせるための方法をお話ししました。明日はですね、その継続をですね、要は定着させるための方法っていうのをお伝えしようと思います。この方法を知ることによって、より多くの患者さんが、より多く通っていくことによって、より高度に安定した経営ができるようになって、かつ患者さんからも今よりも5倍以上信頼されるようになりますので、次のビデオも見逃さずに見てください。それでは今日はこの辺で終わっておきます。また明日お会いしましょう。あとですね、セミナーがだいぶ埋まってきました。急いでください。多分20日まで持たないです。残念ながら。今日は10日ですけれども、感覚的に14か15ぐらいにはなくなってしまうような、この土日で終わってしまうような感じなんで、もし興味のある方は急いで申し込みしていただく方がいいと思います。そのことによってあなたの人生というのが必ず上向きますんで。はい。では、また明日お会いしましょう。バイバイ。